日本の地域。日本は美しい自然と豊かな文化がある国です。日本は8つの地域に分かれています。この文章では日本の各地域について説明します。北海道は日本の最北端にあります。冬はとても寒く、スキーやスノーボードが有名です。夏は涼しく、美しい花畑を見ることができます。札幌市は北海道の中心都市です。おいしい食べ物もたくさんあります。例えばジンギスカンや新鮮な海鮮です。ジンギスカンは羊肉を焼いて食べる料理で、特に人気があります。また、北海道は乳製品も有名です。おいしいバターやチーズ、牛乳などが楽しめます。北海道には多くの観光スポットがあります。例えば、函館の夜景はとても美しく、観光客に人気があります。また、旭山動物園はユニークな展示方法で有名です。動物たちが自然に近い環境で生活している様子を観察できます。冬には札幌雪まつりが開催され、巨大な雪像や氷像が展示されます。東北地方は日本の北部にあります。ここは自然が豊かで美しい景色が広がっています。秋田、青森、岩手、宮城、福島、山形の6つの県があります。東北は夏祭りや温泉が有名です。例えば青森のねぶた祭りや秋田の関東祭りがあります。これらの祭りでは大きな灯籠や竿燈を使って踊りが披露されます。また東北地方には多くの温泉地があります。例えば福島の飯坂温泉や山形の銀山温泉があります。温泉に浸かりながらリラックスした時間を過ごすことができます。さらに東北地方は四季折々の美しい景色が楽しめます。春には桜、夏には青々とした山々、秋にはもみじ、冬には雪景色が広がります。関東地方は日本の東部にあります。ここには日本の首都、東京があります。東京は世界で最も人口が多い都市の一つです。関東には神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、栃木の県もあります。関東は経済と文化の中心地で、たくさんの観光地があります。例えば、東京タワーや浅草寺です。東京は多くの観光スポットやショッピングエリアがあります。渋谷のスクランブル交差点は、多くの人々が行き交う場所として有名です。また、原宿は若者文化の発信地であり、ファッションやグルメを楽しむことができます。さらに、東京ディズニーランドや東京ディズニーシーは、家族連れやカップルに人気のテーマパークです。関東地方には自然も豊かです。例えば、箱根は温泉地として有名で、美しい景色と温泉を楽しむことができます。また、日光には世界遺産に登録されている東照宮があります。
歴史的な建物や美しい庭園を観光することができます。中部地方は日本の中央にあります。ここには愛知、静岡、岐阜、富山、石川、福井、長野、新潟、山梨の9つの県があります。中部は多様な地形があり、山、海、湖などが楽しめます。名古屋市は中部の大都市で、おいしい食べ物がたくさんあります。例えば、味噌カツやひつまぶしです。名古屋は多くの観光スポットがあります。例えば、名古屋城は歴史的な建物で、美しい庭園とともに観光客に人気があります。また、熱田神宮は古代からの神社で、多くの参拝者が訪れます。さらに、名古屋には科学館や水族館もあり、子どもから大人まで楽しめる施設が充実しています。中部地方には美しい自然も広がっています。例えば、富士山は日本のシンボルであり、多くの登山者が訪れます。また、長野県には美しい高原や温泉地があり、リラックスした時間を過ごすことができます。新潟は冬のスキーリゾート地としても有名で、多くのスキー愛好者が訪れます。近畿地方は日本の西部にあります。ここには大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、和歌山の6つの県があります。近畿は歴史と文化が豊かで、たくさんの古い寺や神社があります。例えば、京都の金閣寺や奈良の東大寺です。大阪はおいしい食べ物で有名です。たこ焼きやお好み焼きが人気です。京都は日本の古都として有名で、多くの歴史的な建物や庭園があります。例えば、清水寺や伏見稲荷大社があります。秋にはもみじが美しく、多くの観光客が訪れます。また、京都には伝統的な茶道や着物体験ができる場所もあります。大阪はエネルギッシュな都市で、ショッピングやグルメが楽しめます。例えば、道頓堀は賑やかなエリアで、おいしい食べ物がたくさんあります。特に、たこ焼きやお好み焼きは大阪の名物です。また、大阪城は歴史的な建物で、美しい庭園とともに観光客に人気があります。中国地方は日本の西部にあります。ここには広島、岡山、山口、鳥取、島根の5つの県があります。広島市は原爆ドームで有名です。平和記念公園もあり、平和の大切さを学ぶことができます。広島は平和を象徴する都市で、多くの人々が訪れます。原爆ドームは世界遺産に登録されており、戦争の悲惨さを伝える重要な場所です。また、広島には美しい宮島があります。宮島は厳島神社があり、美しい鳥居が海に浮かぶ景色は絶景です。岡山はフルーツが美味しいです。特に、白桃やマスカットは全国的に人気があります。また、岡山城や後楽園などの観光スポットもあり、歴史と自然を楽しむことができます。
山口には美しい景色が広がる場所が多く、特に角島大橋からの眺めは絶景です。四国地方は日本の南西部にあります。ここには香川、愛媛、高知、徳島の4つの県があります。四国はお遍路で有名です。お遍路は88カ所の寺を巡る巡礼の旅です。香川はうどんが美味しいです。讃岐うどんはコシが強く、美味しいつゆと一緒に楽しむことができます。讃岐うどんは日本全国で人気があります。また、香川には美しい瀬戸内海の景色が広がっており、島々を巡るクルーズも人気です。四国地方には多くの美しい景色があります。例えば、愛媛の道後温泉は日本最古の温泉の一つで、多くの観光客が訪れます。また、高知には清流で有名な四万十川があります。川遊びやカヌーが楽しめます。徳島は阿波踊りが有名で、毎年夏に大規模な祭りが開催されます。四国は自然と文化が豊かな地域です。九州地方は日本の南部にあります。ここには福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島の7つの県があります。九州は温泉がたくさんあります。例えば、別府温泉や指宿温泉があります。福岡はラーメンが有名です。博多ラーメンは濃厚な豚骨スープが特徴です。その他にも、もつ鍋や明太子も美味しいです。福岡は多くの観光スポットがあります。例えば、太宰府天満宮は学問の神様を祀る神社で、多くの受験生が訪れます。長崎は歴史的な町で、グラバー園や平和公園があります。グラバー園は美しい洋館と庭園があり、観光客に人気です。また、長崎はカステラが有名です。柔らかくて甘いカステラはお土産にぴったりです。熊本には熊本城があり、歴史と美しい景色を楽しむことができます。沖縄は日本の最南端にあります。美しいビーチと温暖な気候で有名です。沖縄は独自の文化と歴史があります。かつて琉球王国として独立していました。沖縄料理も独特で美味しいです。例えば、ゴーヤーチャンプルーやラフテーがあります。沖縄はリゾート地として人気があります。美しいビーチでは、シュノーケリングやダイビングが楽しめます。また、沖縄の文化を体験できる場所も多くあります。例えば、首里城は琉球王国の歴史を学ぶことができる重要な場所です。また、沖縄の伝統的な音楽や踊りも楽しむことができます。日本の各地域にはそれぞれの魅力があります。自然、文化、食べ物など、どの地域も訪れる価値があります。日本を旅行する際には、ぜひ各地域を巡ってみてください。